今ね、不思議なんだけど、これが波動の世界の面白さなんだけど、今世で片付けようとすっかりいけない。来世か再来世にはね、いい夫婦になる。ひとさんの話、最後に神様に嫌われる3つのことについてお話しします。ぜひチャンネル登録してご覧ください。それでは、斉藤ひとりさんのお話です。ゆっくりお楽しみください。今からいろんな話します。なんか困った問題が起きてると、それ相談されるとね、一人の話は万人の話だよっていうのがあって、今ここにね、一人の奥さんがいて、舅さんね、舅さんのお父さんがなんか暴れて暴力を振るうらしいのね。それで、おばあちゃんが殴られて、目ん玉腫れちゃうとかね、お岩さん現象になっちゃうんだけど、それがちょくちょくあるんだけど、女は強いんだよって、そのお母さんがいつもやられてて弱いお母さんって見方すると、弱い人がやられてるってことになっちゃうんだよね。で、いくらやられてもずっと何年も入れるってのは相当強いんだっていう見方をしないといけないの。なんでかっていうと、その夫婦別れないよ。今までずっといるってことはずっとそうなんだよ。何かでバランスが取れていいとこもあっからいるの。わかるかい？それを心配ずっとしてって自分がおかしくなるから、弱いおばあちゃんがやられてるんじゃなくて、おばあちゃんって強いな、ものすごい芯の強い人だなって見方変えると、自分も楽になるんだよねって。で、その夫婦って変わらないの。変わらないんだとしたら、こっちの見方変えるしかないの。見方変えたら自分がそのことで嫌な思いしないで幸せになれるんだよね。で、不思議なんだけど、これが波動の世界の面白さなんだけど、弱いおばあちゃんが負けてるっていう見方をするんじゃなくて、誰か一人がこの人の強さで、すごいな、このおじいちゃんと何年も連れ添ってすごい人だなって、すごいおばあちゃんだなって、芯が強い人だなっていう尊敬の面で見るようになってくると、見る方の波動が変わると、相手も変わってくるの。そのおばあちゃん自体も変わってくる。展開が変わってくるの。なぜその展開が今まで続くかというと、おばあちゃんかわいそうで、おじいちゃんは暴君でとかっていう見方を全員がしてたの。だから何も変わらないの。その中で自分だけは見方を変えてあげて、すごい強い人だな。よくこの人と一緒にいれるな。私だったら1年持たないなとか、それを何十年持つってことは自分より何十倍も強い人なんだっていう見方をしてあげると、自分も心穏やかだし相手も波動が変わるよっていうことなのね。だからともかく女で弱い人はいない。だって女って長生きでしょ？死なないんだよ、ともかく。だって同じようなね、世間でさ、荒波に揉まれてても男より長生きするんだよね。女の人って子供を産むから男より複雑にできてんだよ。構造が複雑なんですよ。で、複雑なものは壊れやすいんだよ。ところが複雑なのに長持ちするんだよ。女の人って。男より10年も20年も長持ちするんだよ。これすごいことなんだよ。人間が作ると、わかるかな？人間が作ると複雑なものほど壊れるんだよ。わかる？機械でも何でもそうなの。複雑イコール壊れやすいの。ところが女性は複雑でありながら長持ちするんだよ。だからおそらくそれ、やられてるように見えるけど、おじいちゃんの方が先死ぬよ。中分になって倒れるか。要は女性の方が強いのよ。だから。生物最初、メス生物っていうのはそうそう。最初はメスしかいなかったの。で、メスだけで生きてたの。しかもだんだんオスいなくなってるのよ、今ね。そういうことなの。というのは、もともとメスだけでもう何万年って生きてたから、そのうちオスとメスが分かれるようになって、オスができたのは、虫やなんかでも、後の方なの。だから、女の歴史の方が長いんだよ。だから複雑でも長生きするの。精神的にもそうなの。男じゃ子供を産めないっていうの。痛くて耐えられないって言うんだよね。で、勉強も実は女の子の方ができるんだよ。魂的に強いやつが女になるから、弱い女はいないよって。弱いふりしてるの。とぼけてるか気づいてないか。
でも実際は女性の方が強い。だからこれからひとりさんのお弟子さんは強い人なんだっていう見方。ね。で、あなたがおばあちゃんかわいそうでおじいちゃん暴君でって思わなくても大丈夫。周り中思ってるから。たった一人ぐらいは別の見方をしてあげる人が必要なんだっていう。すごい偉いおばあちゃんだなとかっていう見方して思って口に出して言うようになると認めてくれてる人がいるっつっただけで人間って変わってくる。あともう一人ね、お父さんの後継いだらいいんじゃないかっていう話なのよ。今目の前にいる男性は、お父さんが会社やってね、それはお父さんの劣等感で始めたらしい。どうも自分の思い通りにしようとしてるところがあるって、これ世間でもいっぱいある話なの。だからって嫌だから自分は会社を辞めてよそへ行くんだって、それも正しい選択だ。正しい選択っていくつもあるの。その中の一つに、お父さんの劣等感は受け付けないけど、会社だけいただきますっていうのもありなの。何でもありなの。フグでも何でも、毒あるからフグ食わないのか、毒だけ取ってフグ食っちゃうのかっていう。毒ごと食うから当たるんで、毒さえ抜けば、フグってのは最高の高級料理なんだよね。だから、一切合切食わないのか、ここだけ覗いて食っちゃうのか、それも選択の一つだから、ともかく選択するときには、いろんなことを考えるの。おばあちゃんかわいそうだな、さっきの話で、おばあちゃんかわいそうだ、おじいちゃんどうしようもないな、っていうのも一つなの。それだとしたら、自分がね、おじいちゃん何すんのよってバーンとパンチ食らえるとか、できるならいいの。だから全部合ってるの。だけど自分は何もできないんだとしたら、おじいちゃん乗り込んでっておじいちゃん一発ぶん殴ってくるぞっていうのが自分ができるならいいの。かわいそうだって、かわいそうだって言いながら何もできないんだとしたら、それはあなたが出す答えじゃないの。わかる？あなたが出す答えが逆に言うと、耐えてるおばあちゃん立派だねって見てあげる、その見方が正しいの。だから正しい答えっていうのは、それが解決することなんだよ。解決もしないのに正しい意見はないんだよ。大勢の意見出してるだけで、正しくはないんだよ、それ。解決したとき初めて正しいって言うんだよね。だから精神的なことやってんだったら、乗り込んでってぶん殴ってくんのもいいって。それで解決するならそれもいいよって。だけどもしそれができないんだとしたら、別の解決方法って言ったとき、おばあちゃん立派だなとかって見る方がいいんじゃないか。ただ、似た者夫婦って似てんだよ。本当はね。だからどっか似てるとこあるんだよ。だからいられるんで、本当は心配するようなことじゃないの。あんまり揉めてるとか近づかないのが一番いい。いや、本当だよ。だってその二人の修行なんだもん。で、本当は一番いいの、いい修行してるね。でね、来世には収まるんだよ。今世で片付けようとすっからいけないの。来世か再来世にはね、いい夫婦になるの。だから何でも今世で片付けようとすると魂はね、そんなに急に成長しないんだよ。この前パーティー行った時司会してくれた人が素人の人だから早口になっちゃう。でも素人ってそういうもんなの。1年に1回パーティーやってあと200回待てばいい。来世ですね。そう。来世には必ずだから魂の中で今世で片付けようとすると無理な問題がある。で、いい修行してるなって。いい修行相手めっけたねって。包丁と同じで、最初はね、荒戸っていうのでね、ガリ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 磨くの。それから中戸っていうのが出てきて仕上げ戸になるんだ。包丁作るときね。で、一番最初はね、もう目の粗いやつで火花散るほどジーンって研ぐの。で、その状態なの。で、パンチでもなんでバチバチやってるのは、これをやりながら、今、魂が荒戸の状態なの。だから、何でも今世で片付けようとすると無理な問題がある。で、一番最初はね、もう目の粗いやつで火花散るほどジーンって研ぐの。で、その状態なの。で、パンチでもなんでバチバチやってるのは、これをやりながら、今、魂が荒戸の状態なの。
で、荒戸でガリ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 削られてる状態で、で、来世になると中戸ぐらいになってきて、喧嘩も、なんつうの、殴り合いがなくなるぐらいになってきて、次はもう滑るようにうまくいく仕上げ戸の状態になってくるんだよね。わかったね。お父さんの会社を継ぐか、辞めるか、逃げちゃった方がいいのか、会社だけもらった方がいいのか。さっきね、今いる男性はスリランカ行って、スリランカで仏教国なのね。インドは仏教じゃなくなっちゃったんだよね。でスリランカは仏教国なんですよ。残ったのね。で、仏教国で、いい女いるかいって言ったらいい女いっぱいいるって言うのね。いい女さえいれば何教でもいいんですよ。本当に。これがいい話なんだけど、いい女がいっぱいいれば海教徒だって、ね、仏教だって、自分が海教徒になりゃいいんだよ。俺が何言いたいのかっていうと、いい女がいたら自分の宗派を変えるの。それが宗教に負けてないってことなんだよ。自分が主役なんだよ。それを神を持ち出されるとね、自分が小さくなっちゃうんだよ。自分の中に神がいる人間は、いい女が手に入るんだったら海教で仏教でも構いませんよ。そんなに悪いことを教えてるわけねえんだから。何千年も続いてね、人が何万人も信じるってことはみんないい宗教なんだよ。どれでもいいんだとしたら自分の彼女がやってるやつ取ればいいんだよ。それをいちいちこだわるのは負けてるんだって言って、お前が小さいからなんだって。宗教より小さいから宗教にこだわるんだよって。宗教より大きくなれって。ね。その宗教だって人が作ったもんなんだよ。アラーが作り、キリストが作り、みんなが作ったんだよ。ね。でも初めは一人の人間が作ったもんなんだよ。なぜ一人の人間が作ったものに引きずり回されるんだ。ね。宗教を軽蔑してんじゃないよ。どれもいい宗教なんだよ。何万人もやってんだから。そしたらついでにいい女が手に入った方がいいだろ。このぐらい柔軟な考えになってた時、初めて、お父さんの意見はお父さん言ってなって。俺には俺の意見があるから。間違ってねえからずっと言ってていいから、俺には俺の意見あるよって。だ不動産屋やんな、俺には俺のやり方があるから。ね。で、いろいろ言われた。あんたの息子そんな出来がいいわけねえだろ。あんたの子供なんだから、大して期待しちゃダメだよ。俺には俺の意見があるんだ。わかる？これが大切なの。わかった？どんな宗教よりも俺は女を取るんだよって平気で言えなきゃいけない。で、相手の教会って言っちゃダメだよ。教会行った時は真面目にやってなきゃダメ。それでも地球はそう、それでも地球は回ってんの。でそれが大切なの。それが一人三流の生き方なの。いいですね、このテープ。いいテープでしょ、ね、すっごくいい。一旦を食べます。今ね、お父さんが劣等感があって不動産屋を始めても、お父さんはお父さんで立派にその、なんつうのかな、劣等感を生かしたんだよね。で、社長になってやってたんでしょって。で、それはそれで正しいの。で、自分も正しいし、相手も正しいの。この世の中はみんな正しいの。で、正しい意見が一つじゃないの。100も200もあるんだよ。うちの親父ってね、遊んでばかりして俺働いてんの見たことないの。で、うちのお袋って仕事ばっかりしてたの。で、親父がいいとかお袋がいいじゃないの。いいかい？親父は遊んでばかしいたんだよ。お袋は働いてばかしいたんだよ。で、俺はそれを両方が混じってるんだよ。だから、鉄だけじゃ曲がっちゃうけど、コンクリートだけじゃ崩れちゃうんだよ。鉄筋コンクリートになると、ビルが100年でも持つんだよ。だからこうやって見てて、遊び好きの親父のいいとこ取って、働き者のお袋のいいとこ取って、自分の中で鉄筋コンクリートにすりゃいいんだっていう。いいかい？何かあったら不幸の材料にしちゃいけないんだよ。
親父がこうだから、ああだからって、そのことで不幸になっちゃいけないんで、それを因果が巡るって言うんだよ。どう解釈しても構わないから自分の得になる解釈をするんだよ。ね。俺は親父の嫌なとこが流れてんだとか、お袋の嫌なとこが流れてんだよ、ないの。ね。その中からいいとこだけ取るの。だから俺は親父の遊び好きとお袋の働き者血が流れてすごくバランスがよく取れてるんだよ。で、じゃあバランスは誰が取ったんですかって俺が取ってんだよ。で、俺旅行もバカバカ行くんだよ。で、仕事もするんだよ。ありがたいなって思うと、自分が何でもいいから幸せになっちゃうと親がありがたく見えるんだよ。親が嫌いな人は自分が不幸なんだよ。親の問題じゃないんだよ。何でもいいから自分が幸せになっちゃうと、人間ってのは産んでくれてありがたかったって気になっちゃうの。だから、親のことなんか忘れて幸せになっちゃうの。だから、いろんなこと起きるよって人生は。嫌なことも起きればいいことも起きるけど、それって、さっきの話じゃないけど、弱い人だと思ってた人はずーっと弱かったら本当にこんなに耐えられんのかなって。プロレスでもなんでもね、本当にプロレスで人気のあるやつってね、最初負けてるの。で、後半になってくると、最後になると、猪木がもう人気あったのに、猪木って最初わざと負けてんだよ。で、やられちゃうかなって時、最後になってきて、コブラツイストやったりなんかして勝つんだけど、今、おばあちゃんも、今にコブラツイストだったと、今コブラツイストが出るぞっていうふうに見てると、違うんだよ。強い人なんだって見方してあげるとね、誰か一人でも見方変えてあげな。ね。親父遊んでばっかりでどうしようもねえ親父だったじゃないか。親父の遊び癖が俺についててよかったよ。お袋の働き者癖がついててよかったよ。つうと何でもありがたく見えてくんの。いや、ありがたく見る訓練なの。精神論とは、自分が幸せになってその話を人にしたら、その聞いた人まで幸せになっちゃう。だから今度だって、おばあちゃん強いねって。私なら耐えられないよって。本当はね、そのおじいちゃんも認められたことがないの。本当に昔の人って認められないの。バカだチョンだで育てられるんだよ。ね。だけど人は本当はね、認めてもらいたいの。おじいちゃんにおじいちゃんのいいとこあるの。でね、お互い相手を認め合うことが、因果が消えるよ。今ちょっとお客さん来たからストップします。なんか今ね、一生懸命雑談してます。雑談の中からいい話が出ることもあります。ひとりさんいつもこんな形で雑談してます。終始一貫言ってることはね、本当に起きた現象をどう捉えたら幸せかなっていうふうにパッとね、柔道で受け身があったりね、投げ技があったりするのと同じように、心でもいろんな技を持ってないと負けちゃうよって。だからいろんな捉え方ができるんだよっていうことをね、分かってほしいです。はい、みんな、ひとりさんの雑談を最後まで聞いてくれてありがとうございます。みんな一人ずつ幸せになってよ。ひとりさんも心から応援してますからね。以上です。神様に嫌われてしまう3つのことについてお話しします。人間は復讐心、自己顕示欲し、憎悪。この3つの感情を持っているととても損をします。神様が大嫌いな感情です。この感情を抑え込んでしまうと、ちょっとしたことがきっかけで大きくなろうります。自分が正しい、自分がすごい、と自己顕示欲が大きくなり、自分を見失います。評価されないのは許せないという点をやり返してやるという復讐心は絶対にいけません。そして、自分の実力だけでも堂々にもならないこともあります。運というのは、明るい心誠実さ感謝する。明るい心は何があっても、どんな苦境に立たされていても、夢や希望を失わない心誠実さは裏も表もなく、今ある状況で一生懸命に努力して謙虚に尽くすこと。
それらが味方してくれたからであることを知っているので、心から感謝をします。この3つを持っていると、幸運に恵まれるのです。あなたの心が少しでも軽く豊かで幸せになることを願っています。感謝してます。